されどうも。そういえばこの最初の挨拶なんですけど、たまにコメントでサルどもって言ってるように聞こえるというご意見もねいただいてるんですけど、これサリューですね。すいません、僕の滑舌が悪くてフランス語の挨拶です。はい、そういう感じでよかったらぜひ覚えておいてください。というわけで今回やっていくのは、ボンゴレロッソです。その名の通りアサリとトマトのパスタなんですけど、もはや説明不要のイタリアを代表するパスタ料理の一つですよね。このパスタは白ワインベースで作るボンゴレビアンコとは違ってトマトが入るんで、このトマトの量は結構重要だと個人的には思ってますね。あんまりトマトを入れすぎちゃうと貝類のね風味がねトマトに全部負けちゃう気もするんで、今回僕が使うのは、このミニトマトですねのフレッシュです。それを半分にカットして少し塩をしてですね、水分を抜いてトマトの旨味を引き出しておきます。もうこの段階である程度切り物はなくてですね、フライパンで火を入れていく感じになります。切り出しが少ないっていうのはねいいですよね。やっぱり次のね調理に進みやすいんで。フライパンが冷たいところにニンニクとオリーブオイルを加えて、あと鷹の爪、これでニンニクの香りを中火ぐらいですねで、ゆっくりと引き出してからアサリを加えて全体によくなじませます。それでアサリとオリーブオイルが十分になじんだら、その後はトマトですね。トマトを加えてこれもしっかりとよく合わせていきます。それでトマトにほんのり火が入ってグズグズにならないうちにですね、もう水を加えてでアサリの蓋を開けていくといった感じです。イメージとしてはやっぱザ・トマトソースっていう感じじゃなくて、トマトのね繊細な風味とかといい感じに調和するようなソースにしたいんで、そうですね、貝類とトマトで出汁を作っていくような感じですね。これ本当イメージです。お、いいね、うまい。貝の口が開いて出汁の味もしっかりしてるんで、ここでアサリは一旦引き上げていきますね。あのままアサリを入れ続けてると火が入りすぎてアサリがねカスカスになって硬くなっちゃうんで、美味しい出汁も取れるし、食べても美味しいアサリっていうね両方いいとこ取りをしたいんで、あのタイミングで引き上げてます。それでパスタですね。パスタはこのアサリとトマトだしの中で、ゆっくりと火を入れて味を吸わせていきます。トマトがね入ってるとはいえ、やっぱ貝類のだしがベースなんで味わいはね繊細なんですよね。なのでこのような感じでパスタにしっかりと煮含ませていった方が魚介の風味をガツンと感じれるんじゃないかなと思いますね。パスタに火を入れている間にパセリとあとはバジルですね、刻んでいきます。これパセリだけでもちょっと足りないし、バジルだけでもなんか色合いも含めて物足りなさがあるんですよね。なんで、パセリとバジル両方だいたい半々ぐらいでいいんで揃えておくと、より良いんじゃないかと。ちなみにバジルはカットしてからは変色が早いんで、あんまり前もってやりすぎないでパスタが仕上がるちょっと前ぐらいにしておくことをお勧めします。いい感じに味を吸ってきましたね。多分いけてます。まだこの水分ある程度残ってるんで、これをしっかりと吸わせていくんですけど、もうこの段階でアサリを戻して、であとは、パセリとバジルですねもう加えていきます。このアサリの殻は
そうですね、完全に取り除いてもいいんですけど、なんかちょっとね、あった方が見た目がね少しいい感じになるんで、全部じゃないんですけど、ほんと、3、4個あるとね、結構こう盛り付けもいい感じになるような気がします。あとは仕上げに風味をプラスするためのオリーブオイルですね。それじゃあドレセ盛り付けいきます。平たく盛り付けてもいいんですけどね、ちょっとこんもり持っておいた方が冷めづらいような気もするんで、今回も少し小高く盛ります。あとはこの仕上がったソースですね、ソースたっぷりとこうかけてあげましょう。これが美味しいんでね。あとはいい感じにアサリの殻を周りに散らして、やっぱこういうような感じでちょっとあった方がいいですよね。殻から全部外した状態の方がもちろん食べやすいんですけどね、本当にちょっとした見た目雰囲気作りです。いや最高っすね。最高です、このボンゴレロッソは。何が最高って、もうアサリの塩気とトマトを最初にカットした時にトマトに少しだけ塩しておいたのみでバッチシ決まってますね。味めちゃくちゃお手軽じゃん。あとバジルがあった方がいいですね。フレッシュバジルの風味がアサリとトマトとすごくよく合うんで、パスタにもこれでもかっていうぐらいうまみが染み込んでる。しかもこの自然のうまみ、最高っすね。というわけでボンゴレロッソのレシピでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。